はい、皆さんこんにちは。竹虎読んでます。さてですね、修理の竹かご、竹ざるがですね、続々と全国から集まってきております。今日この頃ですよね。またですね、今日は2つ、修理のかごをご紹介したいなと思います。これ実はね、全国から届いたわけじゃなくって、自分の母がね使っていて、もう使わないんで譲るよということで自分が引き継いだ一本持ち手の手提げかごなんですが、これね、ほとんど綺麗な感じで、さすがね竹のプロですから綺麗に丁寧に使ってるんですが、一番いつも言うようにこの四隅、そこにこう当たりますからね、当たってしまうこの四隅が一番傷みやすいんですが、この通りです。やっぱりこの塔がね伸びてしまって、こうなんかよくわかるでしょ。ここなんかね、もともとはこういった塔の補強が入ってたんですけど、これがなくなってしまって、やっぱりそれでも使うんで、やっぱりこういって四隅が傷んでしまう。で今回はこの四隅をね、全部、今の取り除いて新しい塔で巻いて補強してもらおうかなというふうに思ってます。これ四隅を補強すればまた新品のように、母が30年40年使ってきた一本持ち手の買い物かごなんですが、またこれからね、まだ何十年と立派に使っていけるんじゃないかなと思っていますので、しっかりね修理をしていきたいなというふうに思ってます。それともう一つはね、これも実は自分が愛用しているバッグなんですけど、鈴竹の市場かごなんですが、これちょっと見て分かります？皆さん、浅いんですよ。浅いんです。こう持った感じもねちょっと浅いんですよ。で結構ね僕気に入ってこれ使ってるんですけどね。で口がこう広いんで物が入れやすいで、取り出しもしやすいんですよね、浅くてね、非常に重宝している。で塔の持ち手でね、手にも非常に馴染みがいいし、やっぱりね鈴竹っていうのは腰当たりがいいで、持ちやすい、軽い、使いやすいで、少々の雨に濡れてもでちょっとバーンとこう角に当たったりしてもで全くその痛みがないので、全く気を使わずに使えるっていうところが一番いいところですね。で僕の場合はよく車に乗せてね、買い物なんかして後ろの席なんかにこうそのままバンと置いたりするんですけど、そこが広いでしょ。そこが広くて安定感があるので、こう横になったりしないっていうのが一番いいところですね。そういったことで結構重宝してるんですが、一つねこの口巻きやっぱり傷んでしまう。これ口巻きはねうちの犬が噛んでしまって、で一回直したんですが、そことはまた別に今度はねここじゃじゃーんと、ここは自然にねやっぱりね20年使ってると、こうなってきますね。丈夫な塔巻きがちょっとこういう風に壊れてきました。で今回はねこれは他のとこは綺麗なままなので、ここだけです。これ分かりますか？塔の竹の芯が入ってます。竹の芯が入ってるのをこう塔で巻いてるんですけどね、他のところは十分綺麗なんで、ここの部分だけ、塔で部分的に巻いて修理したいなというふうに思ってます。そうするとね、ここちょっと今見た感じ、これ古い塔で、これ新しい塔って分かるじゃないですか。でこれがだんだんこう馴染んできてですね、この色に近づいてきて分からなくなってくるんですけど、これ最初はもっと真っ白かったんでね、塔がもっと目立ってました。でだんだん馴染んできたんですが、ここもね、今度手直しするとここだけ真っ白くなって、ちょっとこう目立った感じになるんですが、それがまた長い間使ってるうちに他の塔の色と馴染んで全く分からなくなってくると。そうやって竹かごバッグというのは長く付き合っていくバッグじゃないかなというふうに思ってます。そうやってね経年変色を楽しみながら、一つのものを長く大事に使っていく。これもともとの日本のもったいない文化っていうかね、日本の伝統なんでね、竹を使う皆さんにはぜひそういった日本の心とか伝統とかっていうのも感じながらお使いいただきたいなというふうに思ってます。さあまたこのね、2つの竹かご修理したらまた皆さんにご覧いただきたいなというふうに思ってます。ノーバンプのライト、最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。